今日はこの前遊んだ話題のインディーゲームのレビューをお届けするのだ。そのタイトルはライズ・オブ・リベリオンなのだ。あら、新しい試みね。そうなのだ。ゲーム開発者の目線でレビューして知見を増やしたりできればと思ったのだ。ふむふむ。まずは大前提として伝えておきたいことがあるのだ。このレビューは僕自身がゲームを作る開発者でもあるから、どうしても開発者目線になりがちなのだ。だからちょっと用語寄りの内容になっちゃうかもしれないのだ。なるほど。開発者の視点から見ていると、どうしても作る側の苦労と回答を考えちゃうわよね。そうなのだ。だからといってただ褒めるだけにならないようにしてみたのだ。プレイヤーとして感じたことも正直に伝えていくつもりなのだ。それは大事ね。ただ褒めるだけじゃなくて、実際に遊んでどうだったかをしっかり伝えるのがレビューだものね。それと開発者さんの動画を全部終えていたわけじゃないから、開発の裏事情とかどうしてそうなったのかっていう細かい部分まではわからないのだ。だからもし何か誤解があったらごめんなさいなのだ。あくまで気になったゲームがあったから遊んでみたってことね。なのだ。それにこのゲームはすでにたくさんの人がレビューしているのだ。だから特に話題になっている部分についてはあえて触れないこともあるのだ。確かに同じことを言っても仕方ないかもしれないね。そしてプレイ動画も撮影したのだけど、僕の環境のせいでちょっと訪れが起きちゃったのだ。あらら、それは仕方ないわね。なのでそこはご容赦いただきたいのだ。それじゃあ早速ゲームのレビューに入っていくのだ。すごいところ。さて、ここからはこのゲームのすごいところについて話していくのだ。どんなところがすごかったの？正直に言うと良いところを挙げたらキリがないのだ。特にゲーム開発者の視点で見るとこのゲームがどれだけすごいかがよくわかるのだ。そんなにすごいんだ。まずたった2人で開発しているということなのだ。もちろんアイデアやデバッグの協力、出資をしている講談社さんのサポートもあると思うのだけど、それでもこのクオリティはヤバすぎるのだ。2人でそんな対策を？そうなのだ。ゲームエンジンを使っているとはいえ決して簡単に作れるものじゃないのだ。よく検証動画でバズってるような公式のサンプルをちょっと変えただけでは済まなくて、経験上製品レベルのゲームにブラッシュアップするためには元になってるサンプルも完全に理解しないといけないから難しくなってくるのだ。なるほど。それっぽく動かすにはテンプレートで簡単にできるけど、思った通りに調整するには途端に難しくなるってことね。なのだ。3D で探索するゲームの作業量は膨大で、2人だけで開発すると想像するだけでとんでもない労力がかかっているのがわかるのだ。確かに大規模すぎて、普通の人はどんな作業があるか想像できていない人も多いかもしれないね。そうかもなのだ。続いてゲームの良い部分を見ていくのだ。まずタイトル画面のシステムセッティングがめちゃくちゃ充実していたのだ。どれぐらい充実していたの？正直なくてもなんとかなるような設定まで細かく用意されていて、すごく丁寧に作られていることが伝わってきたのだ。ゲームのオプションってプレイヤーによってはすごく大事だし、細かいところまで設定できるのは嬉しいわね。そうなのだ。映像設定、カメラ、ボタン配置の調整がしっかりしていると、それだけでプレイヤーの快適さが大きく変わるのだ。こういう細かい部分を作り込んでいるのは熱意が伝わってくるわね。イエス。次は Mac なのだ。このゲーム、背景がとんでもなく作り込まれているのだ。確かにすごく雰囲気があるマップだったわね。あのレベルの背景を作るだけでも相当な作業時間がかかると予想できるのだ。しかも専属のデザイナーがいないらしいのだ。じゃあマップのデザインも2人で？そういうことなのだ。チー
ームに専属のデザイナーがいないとすればあのレベルデザインを作るのにも背景の装飾にも相当な試行錯誤と勉強が必要だったはずなのだ。すごいわね。普通の開発ならマップデザインだけでも専門の人が何人も関わるところよね。のだ。だからこそアセットとはいえあのクオリティの背景を作ったこと自体が驚きなのだ。さらにソウルライク系のゲームらしくギミックが豊富なのも特徴なのだ。結構たくさんのギミックがあったわね。ギミックは基本的にプレイヤーと作用するものが多いから専用モーションを作ったり専用の操作の仕組みを作ったり基本的に作るのが手間がかかるのだ。オブジェクトを作る以外にも使用する操作キャラの実装も大変になるってことなのね。その通りなのだ。そして僕が一番時間をかけたと感じたのがボスや敵との戦闘なのだ。戦闘シーンすごかったわね。なのだ。操作キャラのモーションや技の数が異常に多くて敵がダメージを受けた時のモーションが変わるなど戦闘の作り込みがとにかくすごかったのだ。確かに敵の攻撃パターンが豊富で動きも滑らかだったわね。しかもまだ他にも武器があるというのだから驚きなのだ。片手剣だけでもあれだけ動きのバリエーションがあったものね。もし他の武器にも同じくらいのモーションの作り込みがされているなら本当にすごいことなのだ。まさにヤバすぎるクオリティね。まさになのだ。だからこそ開発者としてもこのゲームには驚かされたのだ。気になるところ。そして次は遊んでいて気になったところを紹介するのだ。まず一番気になったポイントは難易度なのだ。ああ、確かにこのゲームなかなか手応えがあったわね。正直に言うと僕はソウルシリーズは大好きなんだけどアクションゲームがそんなに得意じゃないのだ。赤狼もなんとかクリアしたけどかなり苦労したレベルなのだ。それを踏まえてこのゲームを遊んでみたのだけどとにかく難しく感じたのだ。そんなに？どんなところが特に難しかったの？一番の問題は戦闘の作り込みが素晴らしすぎるがゆえにアクションゲーム初心者にはちょっと厳しいところなのだ。でも戦闘のクオリティが高いのは良いことよね。そうなのだ。それ自体は間違いなく素晴らしいのだ。ただ例えばダークソウルやエルデンリングなら他のプレイヤーを召喚して手伝ってもらう白ファンのシステムがあったりレベル上げをして難易度を調整する手段があるのだ。なるほど。つまり強い敵がいても助けてもらったり自分を強化して対策できるのね。そうなのだ。でもこのゲームはどちらかというと赤狼に近い形でプレイヤーの技術だけで攻略するスタイルになっているのだ。そのせいか戦闘が苦手な人は序盤で積んでしまう可能性があるのが気になったのだ。確かにそれは大変ね。実際どこでつまずきやすいと感じたの？特に序盤が気になったのだ。まだシステムを理解していない段階で難しい戦闘を強いられるから離脱しやすいのではないかと心配になったのだ。それはもったいないわね。せっかく素晴らしい戦闘体験があるのに最初でやめてしまう人が増えるのは惜しいわ。パト価格が比較的お手頃なことが逆に影響して手軽に買ったものの難しくてもういいやとやめてしまう人が増えそうな気がするのだ。ああ、確かに手頃な価格だと挑戦する気持ちよりも諦めが早くなっちゃうかもね。そうなのだ。ただ他の配信者さんのレビューを見ると戦闘は格ゲーに近い形で楽しめるという意見もあったのだ。きっと上級者からすればこのバトルシステムはものすごく魅力的なのだ。つまりアクションに慣れている人にとってはすごく奥深くて楽しい戦闘ってことね。そうなのだ。だからこそ単純に簡単にするという方向じゃなくて
やったらプレイヤーにスキルを自然と身につけさせられるか、そういう工夫が大事な気がしたのだ。例えば最初のチュートリアルが結構詰め込み気味になっているのも難しさを感じたポイントなのだ。確かに一気に説明されても不完全燃焼になっちゃうかもね。最初の敵はボタン連打でなんとかなったのだ。でも最初のボスになるといきなりパリーやジャスト回避、さらには知罰の仕組みまで理解しないと勝ちづらくなるのだ。いきなりそんなに？確かにそれはパニックになっちゃうかも。なんとかパリーを連続で決めたりして倒せたのだけど、知罰の仕組みもよくわからないまま進むことになったのだ。でもここでパリーの楽しさを徐々に感じることができたから、このゲームの楽しさはここにあるんだろうなというのは肌感で感じたのだ。面白さは確かにあるってことなのね。あと1人目のボスを倒した後に追い打ちをかけるように上からの攻撃でジャンプ回避を教えられたりして、他のアクションもおぼつかない段階でさらに情報量が増えたのが気になったのだ。初心者からするといきなり覚えることが多すぎる感じね。アクション性が強いゲームだし、教えてもらってから身につくには時間が必要そうだから、操作スキルの成長が追いつかないかもしれないね。僕もそう感じたのだ。だから序盤はもう少し段階的に新しいアクションを習得させていく形にした方がプレイヤーがストレスなく成長できるのではないかと思ったのだ。なるほどね。改善する場合はどんな風にするのが良いかしら。例えば各ボスごとに新しい技術を覚えさせるような流れにすればストレスなく戦闘に慣れられるんじゃないかと感じたのだ。確かに最初のボスで全部を求められるより少しずつ覚えていく方がやりやすいわね。ただここは意図があってこれだけの戦闘技術を教えてからボスと戦ってる可能性もあるから、場合によっては会話テキストで弱点や戦い方を教えてもらえるとか、技術を練習する場所があったり別のアシストとかあると救いがあるかもしれないのだ。なるほどね。そうやって少しずつスキルを身につけたりアシストがあると初心者でも挫折しにくくなるかも。もちろんこれはあくまで僕の感じた話なのだ。戦闘が楽しいと感じる人もいるし、難易度が高いからこそ魅力的という意見もあるのだ。要するに今の難しさはこのゲームの特徴だけど、初心者が入りやすくなる工夫があればもっと多くの人が楽しめそうってことね。そうなのだ。だからチュートリアルの構成やプレイヤーが自然にスキルアップできる要素を入れることでもっと幅広い層に受け入れられるようになるんじゃないかと感じたのだ。なるほどね。他に気になった点はあったりする？次は少しだけ気になった細かい点について話していくのだ。細かすぎる気になるところ。さてここからは細かいけれど気になったポイントについて話していくのだ。基本的に違和感レベルで気になった点なのだ。大きな問題ではないけれどプレイしていてちょっと気になったところってことね。そうなのだ。こういう細かい部分が積み重なると没入感や操作感に影響することもあるから一つずつ見ていくのだ。まずはカメラの使用についてなのだ。主人公のキャラが正面から見ることができないのが気になったのだ。え、どういうこと？このゲーム常にキャラがカメラの正面を向くようになっているのだ。だからプレイヤーが自由にキャラの正面を見たりして楽しんだりすることができないのだ。確かにキャラのデザインが良くても正面をちゃんと見られないのはちょっと寂しいかも。そうなのだ。例えば抜刀時やロックオン時はキャラの背後からの視点になるけど、
平常時は360度のカメラ操作ができるともっと快適なのではないかと思ったのだ。それなら顔が見られるね。それと読み上げのボイスがないのも気になったのだ。ああ、キャラクターが喋らないのね。きっと予算的な問題があるのだと思うのだけど、ゼルダシリーズみたいに文字を出すときに「ん?」とか「お?」みたいな短い声が入るだけでも今より無機質な感じが減ると感じたのだ。極論効果音でも良いかもしれないのだ。確かにゼルダみたいにちょっとした音声でキャラに感情を持たせる手法もあるわね。それと敵キャラがダメージを受けた時の声や攻撃時の掛け声がないのも気になったのだ。例えば「グワ」とか「テヤ」とかそういう簡単なボイスがあるだけで戦闘の臨場感がぐっと増すと思うのだ。言われてみれば戦闘中の SE がちょっと寂しい感じがするかも。特にこのゲームはプレイ中の BGM があまりなかったから SE が充実しているとより没入感が上がるのではないかと思ったのだ。他のクオリティが高すぎるせいでそういうところも目立っちゃうのかもしれないね。敵の動きについて。あと敵が近づいてくる時の動きがまるで友達に会いに小走りしてるみたいに見えることがあって緊張感がなく違和感があったのだ。確かにこれから命を懸けて戦うって感じはしないかもしれないね。敵がプレイヤーを見つけたら警戒したり威圧的な動きをすると思うのだけど軽い感じで走ってきたりはしごを登っている姿を傍観していたりちょっと緩い感じが出ているような気がしたのだ。攻撃的な感じで迫ってきた方が緊張感が増すってことね。そうなのだ。戦闘のクオリティが高いからこそ敵のモーションの一挙手一投足がより目立ってしまってるかもしれないのだ。ただセットの都合もあるかもしれないしこれは細かすぎる指摘かもしれないのだ。確かに環境音が少ない。音について言うと歩く場所の音が地面の素材で変わらないのも気になったのだ。ああ、どこを歩いても同じ足音なんだね。そうなのだ。草の上を歩く時と石畳の上を歩く足音が同じだから違和感があったのだ。確かにこれも他の見た目が綺麗すぎるがゆえに気になっちゃうかもしれないね。ジャンプモーションの違和感。あとジャンプの予備動作がないのも少し気になったのだ。予備動作？どういうこと？例えば普通はジャンプする前に少しだけ体を沈めたりする動作があるのだけどこのゲームではほとんどなくてすぐにピョンと飛ぶのだ。だからキャラに重みがないように感じてしまうのだ。なるほど、みんな甲冑を着ているキャラだし少し違和感があるかもしれないね。ただ軽快に動けること自体はゲームの魅力でもあるし避ける時に難易度が上がったり他の事情もある気もするのだ。道中の仕掛けについて。あと道中の仕掛けが少ないのが少し気になったのだ。戦闘以外の要素があまりないの？そうなのだ。基本的に戦闘がメインになっていてイベントや探索要素が少なめなのだ。そのせいで一本道に感じることがあったのだ。ギミックもたくさんあるのにそれはもったいないわね。どんな仕掛けがあると良さそう？例えば道中でプレイヤーと同じように檻から抜け出した NPC がいて一緒に進んでいくような演出があったりボス手前でそのキャラがストーリーを語ってくれるとかそういう要素があると世界観がもっと深まると思うのだ。確かにそれがあると世界観に深みが出て戦闘以外の楽しみも増えそうね。そういうちょっとした探索要素やイベントがあれば没入感が増しそうな気がしたのだ。細かい点の指摘について。ここまで話してきたことはあくまで僕がプレイして自己中心的に感じたことなのだ。開発側の事情もあるし
こうなった理由があることも理解しているのだ。私たちも開発してる側だから裏の事情があったりすることもわかるものね。そうなのだ。ただ一点勘違いしてほしくないのは、自分も含め一般的なインディーゲームだと問題点が大きすぎて、細かいところにも目がいかないこともあるのだけど、このゲームでは逆に細かいところが気になったのだ。それはきっと惜しいと感じるレベルのクオリティだからだと思うのだ。つまりはみんなに期待されているからこそ意見が飛び交うってことなのね。その通りなのだ。しかもコアシステムよりも他の細かいところにしか目がついてないということは、ベース自体は評価されているという意味になりそうな気がしたのだ。なるほどね。あの規模やクオリティのゲームで大きな問題がないってのは本来すごいことだもんね。総評。さて、ここまでたっぷりとお話ししてきたのだけど、最後に僕の総評をまとめていくのだ。まずこのゲームは売り方や広がり方次第では神ゲーになる可能性があると感じたのだ。バトル部分は市販の対策ゲームと遜色がないように感じたし、足りていない部分も逆に言うとレベルデザインや詰め込み、ブラッシュアップする時間が足りなかっただけに見えたのだ。細かい部分は気になるけど、すごい才能を秘めているってことね。正直ポテンシャルしか感じないのだ。そして開発者以外の人はスルーしがちな点で見ると、今後の将来性なのだ。将来性？さっき道中のイベントの少なさを指摘していたけど、きっと作者の方も分かっている気がするのだ。でも納期が迫っていて、パブリッシャーとの契約もあったりで、急いで作っているだけな気がするのだ。リリースするためには諦めないといけない部分もあるってことよね。なのだ。だから作者の方もこれが完成形とは思っていない気がするのだ。ちなみにソウルシリーズも作品を重ねるにつれて、継ぎ足しのタレのようにどんどん機能が追加されて面白くなっていってるのだ。この作品も今回の作品で蓄積したノウハウを今作で一定の売り上げを確保できれば、今回注力しないといけなかった部分以外に次回作以降に注力できそうな気がするのだ。なるほどね。ベースが出来上がっていれば開発コストは激減するものね。なのだ。本作の可能性や開発タイトルの将来性は高いと感じているのだ。たださっきお伝えしたようにユーザー視点で気になる点もあったのも事実なのだ。確か一番気になったのは難易度だったよね。ちなみに僕はアクションゲームがあまり得意じゃないのだ。だから体験版の2人目のボスで挫折してしまったのだ。そんなに難しかったの？僕にとってはそうなのだ。ただもしもっと上手くなる機会があったり、攻略のヒントが自然と得られたり、ストレスなく成長できるアシストがあったなら、僕も続けられたんじゃないかと感じたのだ。確かにプレイヤーが楽しんでスキルアップできるような仕組みがあれば、難しくてもやる気が続きそうね。そうなのだ。そして上手な他のプレイヤーが遊んでいる様子を見ているとすごく楽しそうだったのだ。ゲームへの熱量や作者さんのこだわりがすごく伝わってきて、プレイしていて熱いゲームだと感じたのだ。そういうのってやっぱりプレイヤーに伝わるのよね。でも僕はバトルの奥深さすら語れないくらいのライトユーザーで終わってしまったのだ。多分僕みたいなユーザーが大半を占める可能性もありそうな気がするのだ。さっき言っていた通り、多くの人が上手くなる仕組みを作れば、たくさんの人にその楽しさが理解してもらえるんじゃないかと思ったということね。そうなのだ。だからこそ短絡的に難しさを簡単にするのではなくて、プレイヤーをうまく誘導するアシストをしっかり入れることで、より多くの人が楽しめるゲームになるんじゃないかと感じているのだ。確かにすでにこの難易度や戦闘システムが楽しいと言ってる方々がいるわけだし、
むしろ初心者たちが上手くなれる仕組みを作った方がみんなのためになりそうね。なのだ。ライトユーザー向けの工夫について。この時に思い出したのが格ゲーの進化なのだ。格ゲー？それがどう関係あるの？このゲームはバトルがシビアすぎて格ゲーと言われてるのを見かけたのだ。それもあって例えばストリートファイターは昔からすごく奥深いゲームだけど、一時期はクロート向けになりすぎて新規プレイヤーが減ってしまったらしいのだ。確かに昔の格ゲーって初心者には厳しいイメージがあったわね。でもその後に初心者でも遊びやすい工夫を入れたりすることで売上本数が伸びたらしいのだ。つまりこのゲームもクロート向けになりすぎないように初心者が入りやすくなる仕組みを取り入れると、もっと多くの人に遊ばれる可能性が高まるってことね。僕はそう感じたのだ。そこに新規プレイヤーが入りやすいように工夫すれば、より多くの人がこのゲームの魅力を楽しめる気がしてならないのだ。ちなみに確かスーパーマリオブラザーズなんかもプレイヤーが徐々に上手になるような仕掛けが施されてたみたいなのだ。そうなんだ。あれって普通にプレイしてただけだとチュートリアルなんてなかったよね。そうなんだけど、当選やプレイヤーの心理を読んでトライアンドエラーを促す仕組みになっているとかいないとか。なるほどね。できないことが少ないからこその工夫だったのかもね。しかも文章も読まなくていいからノーストレスなのはすごいね。神は細部に宿るとはこのことかもしれないのだ。終わりに。というわけで今回は気になるインディーゲームをプレイした感想をお話ししてみたのだ。たくさんの要素を語ってきたけれど全体としてはこだわりが詰まった良いゲームだったわね。そうなのだ。背景、キャラ、エフェクトから戦闘のクオリティなどゲームの作り込みは本当にすごかったのだ。一方で同時にもう少し初心者向けの工夫があれば、より多くのプレイヤーに楽しんでもらえる可能性があるとも感じたのだ。つまりは潜在能力は高いけどそれが伝わりづらいと感じたってことね。まさにその通りなのだ。すごすぎて自分のゲームを頑張らないといけないとも感じたのだ。いい刺激をもらえたわね。なのだ。では今回のレビューはここまでです。ご視聴いただきありがとうございましたのだ。ありがとうございました。それではまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。バイバイ。